電気住職三木大雲です。本日も怪談説法始めさせていただきます。私は生まれ育ったのがこの京都なんですけれども、その間お坊さんの今の住職になるまでにですね、いろんな地方に、働きにといいますか、大きなお寺さんにお世話になって、随心というんですけれども、勤めさせていただいたことがあるんですけれども、特にお坊さんしてると思うんですけれども、もう各地方によっていろいろな風習っていうものがあるんですね。で、特に葬儀なんかはもう本当に少し県をまたぐだけで、全く違う葬儀の仕方があったりするんですけれども、今回はですね、私の幼馴染が、子供の頃に体験したお話を、少しさせていただこうというふうに思います。この私の友人がですね、小学校の低学年の頃に、中学1年生の親戚のお兄ちゃんが、突然亡くなられるんですね。ということで、お父さんお母さんと共にこのお兄さんのお葬式に出席されたそうなんです。で、今ではですね、大体もう葬儀会館をお借りしてするんですけれども、この親戚のお兄ちゃん、実はちょっと関西でも田舎の方にお住まいでして、自宅で葬儀をするというのが今でも通例となってるんですね。で、その親戚のお兄ちゃんのところにお葬式のために出かけていきますと、非常に大きな豪邸、旧家なんですね。で、こんなところに親戚があったんだなと改めてその時感じたそうなんですけれども、その時にお兄ちゃんの家を見るわけです。見たんですけれども、私の友人ピンとこないんですね。こんな親戚いたかな。そうしますと、ご両親が、いやいや、このお兄ちゃんにお前小さい頃よう遊んでもうたぞ。で、僕がいくつぐらいの時って言うと、いや、確か幼稚園入る前だったかなって言われたので、それは記憶にほとんどないなと思いながら、そうか、でも小さい頃にこのお兄ちゃんに遊んでもらったんだなという、親から聞いた情報でですね、あまり実はお兄ちゃんのことを覚えてなかったそうなんです。それからしばらくしますとお葬式が始まりますね。自我特仏来小教書、ずっとお坊さんの読経が、続くわけですけれども、子供ですからね、小学校の低学年の頃の話ですから、これだんだん眠くなってくるわけです。お坊さんが何を唱えてるのかわからないですけれども、ポクポクポクとリズムのいい、木魚の音とお坊さんの唱えるお経の音でだんだん眠くなってきた。そうすると両親が、おい寝たらあかんぞ、起こしてくれるわけですけれども、暇で仕方がない。ようやくお葬式が終わって、次に親戚の人たちと精進落とし、要するにお葬式が終わった後に亡くなった方を偲びながらですね、みんなで食事をするそうなんですけれども、それがずっと続くわけですね。お葬式でもだいぶ眠かったのに、ここでご飯をいただいて、で親戚のお兄ちゃんがお前とこうして遊んだななんていう話を聞くんですけれども、あまり覚えてないんですね。ですから余計に暇になってきた。暇だなと思ってると、その席にたまたま居合わせた他の親戚の子供たちもなんか暇になってくる。なんかして遊ばへんなんて話をすると、じゃあなんかして遊ぼうっていう話になったそうなんですね。何して遊ぼう。そんな話をしてると、ちょうどその家が大きな旧家のような、大きな家ですから、じゃあみんなでこの家の中でかくれんぼをしよう。そんなことになったそうなんですね。そうしますと、この亡くなったお兄ちゃんの友人が、これも中学生ですから、中学生の友人が、じゃあ僕が多分一番年上だろうから僕が鬼になってあげるよ。そう言って鬼役を買って出てくれたそうなんですね。じゃあ分かった、お兄ちゃん10数えて、僕たち隠れるから。で、必ず見つけたら肩をトントンと叩いて見つけたって言ってね。声だけで見つけたって言って、自分じゃないのに見つかったと思って出ていくとですね、これはもう見つかってないのにっていうことになるので、必ずその人の体に触れてねなんて約束をして、かくれんぼが始まったんですね。1、2、3、4ずっとお兄ちゃんが数える。10まで数え終わった時に、もういいかい、お兄ちゃんが言うわけですね。で、まだだよ。必死でその友人も隠れる場所を探すわけです。他にもまだだよって言ってる声が聞こえたので、まだ他の人も隠れきれてないな。どこに隠れよう、うろちょろしているとですね、ちょうど2階に上がる階段があるんですけれども、その階段の下のところに木の壁のようなものがあったそうなんです。
あ、ここもしかしてなんか扉になってたらこの中隠れられないかな。触ってるとですね、ガラガラっと開いたそうなんです。ちょうどその階段の下が木の扉になってて、少し小さな倉庫になってたそうなんです。あ、ここならもしかすると見つからないかもしれないと思った友人はその中に入って扉を閉めて、そこに体育座りになってですね、もうここで音を出さずに隠れていよう、そう思ったそうなんですね。そうしますとまたしばらくすると鬼役の人がもういいかい、また聞こえてくるんですね。そうするとまた遠くの方でまだだよ、誰かが言ってる。あ、まだ隠れてない人がいるんだな。ずーっと友人はその真っ暗な中で体育座りしてたそうなんです。そうしますとまた鬼役の人がもういいかい。そうしますと誰も返事しないんですね。あ、もういい？みんな隠れた？大丈夫？お兄ちゃんが言う声がする。じーっと黙って友人はその中で体育座りしてたそうなんです。そうしますとその横の扉の外の廊下をですね、とっとっとっとと誰かが歩いていくんですね。あ、鬼が今この横を通り過ぎたな。その音が聞こえた。そうするとまた遠くの方で、あ、見つけた、あ、見つかっちゃった、みたいな声がしてくる。あ、誰かが見つかったな。もしかすると僕は最後まで残れるかもしれないなと思ってると、また遠くの方で、あ、見つけたっていう声がする。あ、見つかったかってまた遠くの方でしてる。あ、これで2人見つかった。やがて3人4人が見つかっていくわけですね。でも自分は全然大丈夫なんです。あ、もしかするとこれ最後の1人になれるかもしれないなと思って座っていると、また遠くの方から見つけた、そんな声がした。あ、また誰かが見つかったな、そう思ってるんですけれども、あ、見つかっちゃったっていう声はしないんですね。あれおかしいな、誰か見つかったんじゃないのかな。しばらくすると見つけた、また声がする。あれ、また誰か見つかっ、いやでも見つかっちゃったなっていう声はしてないな。しばらくすると見つけた、少しずつ声が低くなってるような気がする。あれ、こんな声の低いお兄ちゃんやったかな思ってますと、見つけた、どん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 と声が低くなる。なんかちょっと怖いなと思ってると、ねえねえ、見つけた、見つけたよ、そういう低い声がしたそうなんです。しかもその声がするのはどこからかっていうと、自分が座っているこの扉の明らかに向こう側、もうこの扉の向こうに誰かが見つけたよと言ってるんですね。でも肩を叩かれたわけじゃない。しかも扉も開いてませんから、いやきっと僕が見つかったわけじゃないな。友人はそう思いながら体育座りをずっとそこで続けたそうなんです。そうしますとまた扉越しに、ねえねえ、もう見つかってるよ、そういう声がするそうなんです。でも一向に誰も体を触らないので、いや自分が見つかったわけじゃないと思ってまだ体育座りを続けてたんですけれども、その時にちょうど後ろから「ねえねえ、もう見つけたよ」、そういう声がしたそうなんです。でもこの友人は肩をトントンとされたわけでもないですし、ましてやこの隠れた扉、横にはあったんですけれども後ろには人が入ってくる、そんな扉はなかったそうなんです。だからきっと僕ではない、他の人が見つかったに違いないと思って友人そのまま座り続けたそうなんですけれども、続けて「ねえねえねえ、もう見つけたよ」って言って友人の肩を誰かが叩いたそうなんです。いやおかしいおかしい、人の入るスペースもないし後ろに扉があったわけでもないのに、肩を誰かがトントンと叩いて見つけたと言っている。いやこんなはずはない、気のせいだと思ってまた座り続けてますと、またトントントン、確実に肩を3度叩かれて「ねえねえ、もう見つかってるけど」、そう聞こえたそうなんです。怖くなった友人はいろいろ考えた。あ、そうか、後ろもしかすると見落としただけで扉があったのかもしれない、いや人が入るスペースがあったのかなと思って、あ、見つかった、そう言って振り返ったそうなんです。そうしますとそこに死んだはずのお兄ちゃんが立ってたそうなんですね。そして改めて肩をガッと掴まれて「ねえねえねえ、もう見つけたよ」、肩を明らかに掴まれて
ガサガサと振られたそうなんです。振り向くんですけども、だんだん怖くなってきて、あれ、死んだはずのお兄ちゃんがなぜここ、僕の肩を持ってるの？パニックになったそうなんですけれども、そこは低学年ですからよく分かってなくって、あ、そうか。お兄ちゃん、お葬式でお経を読んでもらって生き返ったの？そう声をかけたそうなんです。そうしますとお兄ちゃんが、死んでるよ。そう冷たく答えを返したそうなんですね。やがて怖くなってきて、お兄ちゃん死んでるってどういうこと？いや、だから、俺も死んでんねん。一緒に行こう。そう言われたそうなんですね。で、いや、お兄ちゃん、待って待って。お兄ちゃんの方向き直して、僕を連れて行くのはやめてって言って、この出した手の手首のあたりをガッと掴んで、頼むから一緒に死んで。頼むから一緒に死んで。その親戚のお兄ちゃんが言うそうなんですね。怖くなって、やめてやめてって言って手をバッと振り払ったそうなんです。その瞬間、自分の意識が飛んだそうなんですね。次に気づくと、親戚の家の和室の布団の上に寝かされてたそうなんです。傍らにお母さんがいて、あんた大丈夫か？声をかけてくれてる。目を覚ますとお母さんが、よかったよかった、気がついた気がついた。で、いや、お母さん僕、どうしてたの？そう聞くと、いやいや、まだ寝てなさい、熱があるから。自分で頭を触ると、高熱だったそうなんです。ああ、そうか、これでなんかクラクラするな。その横でお母さんがこう言うんですね。かくれんぼの最中、あんたなんか急に大きな声を出して、物置の中で倒れてたんやで。そう言われたそうなんです。あ、そうか。そういえばお兄ちゃんに手を引っ張られて僕が大声を出した時、あれから気絶してたのかと、幼いながらにそう感じたそうなんですけれども、その直後すぐにですね、お坊さんが、おい、どうした？部屋まで来られたそうなんです。そしてお坊さん顔を見るなり、誰かこれちょっと、おい、今すぐ棺を開けなさい。そうお坊さんが言ったそうなんですね。棺を開けると、やっぱりなんて声がしてる。おい、ここに入れてあった人形誰が取ったんや。早く持ってきなさい、急いで。そんなことお坊さんの声がしてるんですね。やがて女性の泣く声がして、ごめんなさい、ごめんなさいって言って、人形貸しなさい。お坊さんと何か揉めてるんですね。それでお坊さんが棺にどうやら人形を入れてガチャッと閉めた音がした。その瞬間、この友人は熱がスーッと引いたそうなんです。そんな不思議なことがあって、やがて大人になってから、なんかそういえばそんな思い出があったなと思って、後日大人になってから母親に聞かれたそうなんですね。そうしますとお母さん、あの時のことか、あの時はびっくりしたななんて言ってはっきりと覚えてくださってた。よくよく話を聞きますとですね、実は友引きの日にそのお兄ちゃんのお葬式が行われてたそうなんですね。今カレンダーを見ますといろんな、大安とか、仏滅とかいろんなことが書いてありますけれども、その中でも友引きという日は基本的にはお葬式をしないんですね。で、ただですね、この地域では自分よりも年下の者、喪主さんよりも年下の方が亡くなった時だけは友引きであってもするという風習がある地区なんですけれども、今現在もそうなんですけれども、ただその時には必ず亡くなった方の傍らにお人形さんを入れるそうなんですね。で、このお人形さんをなぜ入れるかというと、もう暦の通り、友引き、友を引いて一緒にあの世に連れていくという意味合いがあるので、友達の代わりに人形を入れる。そうして棺を閉めてお葬式をするそうなんですけれども、その親戚の家で行われた葬儀だけは、どうやら誰かがこの人形を取り出してたそうなんですね。この人形を取り出してたのは誰だったの？大人になってからお母さんに聞きますと、いや実は死んだお兄ちゃんのお母さんが、どうか私も一緒に連れて行って、子供一人生かすのは悲しいと思ったお母さんが、どうやら人形を内緒で取り出してたそうなんです。ところが死んだお兄ちゃんはお母さんを連れて行くのが忍びなかったのか、僕の手を引っ張ったんだというふうなことをこの友人が教えてくれたんですね。暦っていうのが最近はね、あまり気にしない方も増えてきましたけれども、やはり
友引きの時には暦に従ってあまり葬儀をすべきではないのかなと、この話をお聞きして思ったんですけれども、もう一つ大切なことを思ったのが何かと言いますと、愛別離と、仏教には出てくるんですけれども、愛する人、突然の別れがあったんですね。ですから友引きの日で、葬儀をして早くに終わらそうという、その地区独特の風習があって、それに耐えきれずお母さんは人形を取り出してしまった。このお母さんの気持ちも私ね、すごくわかるんです。愛する者と別れる苦しみ、愛別離とお経には出てくるんですが、私たちもそうですね。いつ何時愛する人と別れなくちゃいけない日が来るかもしれない。これをご覧の皆様の中でですね、もしも喧嘩をしている友人がいたり、親戚あるいは親子同士でもそうですね。何かわだかまりがあって離れている方がおられたとしたら、私たちの命っていうのは明日をも保証されるものではないですから、どうかですね、愛別離、悲しい、愛する人との別れにあった時に後悔なきように生活していただきたいなと思います。ですから喧嘩されている方は、もうほんの5秒10秒で喧嘩っていうのは解決することが多いですからね。ごめんなさい。ごめんね。その言葉だけで解決するのがほとんどですから、どうかですね、謝罪をしていただいて和解していただけたらなというふうに思います。ということで本日も怪談説法これで終わらせていただきます。どうもありがとうございました。